今日はクッキングノートの115ページ、ボルシチを作っていきたいと思います。ボルシチと言っても本当にロシアの人たちがこれを見てボルシチじゃないじゃないかと言わないでくださいね。これは昭和の時代、今から半世紀前に日本でボルシチとして紹介されていたレシピです。本物とは違うかもしれませんね。肉をもう少し細かくしときます。一口サイズにしますね。お肉 250g となってますけど、400g、150g 多いです。現代に合わせて少し多めにしてます。てかたまたまあったからなんですけど、はい、それでは野菜を切っていきます。人参は乱切り、太いので4分の1にしましょう。じゃがいもも半分に切って、大きいのはもう半分切りましょう。青いとこは毒なので取りますね。玉ねぎはキャベツも切りますね。
でニンニク刻みます。はい、深手の鍋に火をつけましてサラダ油を敷きます。ニンニク刻んだのを入れます。はい、香ばしい香りが出てきたところで豚肉を入れます。なのでこの関西で生まれた半世紀前のボルシチも本物とは違うかもしれませんけど味だけは美味しいと思います。マナ料理学校の先生たちがそれぞれ提供したレシピだと思うんですね。それを父がまとめて本にしたんだと思います。とっても美味しいと思いますよ。関西の料理人の味です。玉ねぎ入れます。なので昭和レシピチャンネルにイタリア料理とかフランス料理とかいろいろ出てきても本場とは違うということ、このチャンネルの意図するところを皆様ご理解いただきたいと思います。半世紀前の日本で紹介された世界のレシピを再現するというチャンネルです。世界の本場の料理を紹介しているチャンネルではありません。貧しい戦後の限られた材料しか手に入らない中でいかに世界の料理を作ろうとしていたか、その歴史を見ていただきたいと思うんですね。日本のじゃがいも入れます。なので現代風のいろんな今手に入るようなレシピは当時なかったのでレシピの中に入ってこないんですね。調味料もそうです。でも作ってみると美味しいです。ただ昔なのでタンパク質の量がちょっと少ない。なので今風に少し肉の量を今日も増やしました。私の実家は肉屋だったんですけども、肉屋の息子なのに肉があんまり食べさせてもらえなかった。これは私の子供の頃の記憶ですね。友達の家なんてステーキ毎週食べてるよって言って、なんでうちは肉屋なのにステーキ食べれないのって聞いてましたね。売り物ですから家では食べれなかったんですね。いいところはお客様に売るという商売人の考えですね。タンパク質が少しもないおかずが結構ありましたね、いつも。だから私は華奢な体をしてました。子供の頃はいつも50キロぐらいしかなかったんですね、体重。大人になるまで。
大人になってから体鍛えてアメリカ行っていっぱい食べて大きくなりました。私は格闘技をやってるんですけども、結構ミドル級ぐらいの体にはなれましたね。身長2メートル以上のアメリカ人とも戦ったことがあります。負けましたけども最後まで頑張りました。時間ギリギリまで強かったですね。子供の頃肉をいっぱい食べたらもっと強くなれてたんじゃないかって思いますけども、そういうことから自分の息子には子供の時からしっかりタンパク質を食べさせようと、ずーっとそれだけは我が家の守ってきたことです。おかずにタンパク質を欠かさない、しっかり食べさせる、食べたいだけ食べさせる、それを全てのことに優先して頑張ってきたことです。なので長男は格闘家になりました。パラグアイで総合格闘技で1回だけ試合しましたけど勝利して、今は指導者になってますね。私の後を継いでアスンションで格闘技ジム、ブラジリアン柔術のジムを営んでいます。ぜひ興味のある方は習いに来てください。今はコロナで閉館中ですけど、また始まったら練習を再開したいと思いますので、その時はどうぞ皆さんいらしてください。外国からの出稽古も歓迎です。はい、それではここに水6カップにブイヨンキューブ1個、当時だと 10g なんですけども、それを入れるということですが、スープストックを使っても構いません。スープストックに少し塩 5g 余分に足してもいいですね。では入れます。トマトピューレも入れます。赤ワイン入れます。お塩入れます。胡椒振ります。で沸いてきましたら中火にしまして15分煮ます。はい、15分経ちました。キャベツを入れます。これでもう3分煮ます。はい、味見をします。少し胡椒を追加します。南米は今真冬、パラグアイも今日は寒いです。そういう時にこのボルシチはとっても体温まっていいと思いますね。それでは火を止めます。お皿に継ぎます。エバミルクを乗せると書いてるんですが、エバミルクは濃縮牛乳ですね。その代わりに生クリームを乗せたいと思います。クレマデレチェですね。はい。これでボルシチの完成です。